だからモチベーションが高い状態っていうのが、モチベーションっていうかそのアドレナリンが出て興奮してるっていうの、楽しい楽しいっていうような状態が、真っ当な状況で、そういう感じがないのが、どっちかっていうと、良くない状況っていう解釈をまずやめるっていうことですね。質問をしている人も、いろんなことがこもった、どうしたらモチベーションが上がらないんだろう、上がるんだろうっていう質問に多分なってるんですけど、もともとモチベーションが高かったわけじゃないと思うんです。最初から。新しいことを始めたら、新しい会社に入って新しい仕事を始めたら、目新しいので最初面白いっていう。ただ、しばらくすれば慣れるので、マンネリ化してきてつまらなくなるんです。すべてのことが。で、それは僕も飽き性なので、なんか始めたら飽きる。で、ちょっとしばらく、なんか違うことやってみたいなっていう。で、それは多分、真っ当な感覚だと思うんですね。だから仕事に対するモチベーションが最初高かったわけじゃなくて、新しい環境に飛び込んだので、とりあえずいろんなことが目新しいっていう中で今まで来たっていうだけの話で、最初にモチベーションが高かったのが、今はモチベーションが低くなったわけじゃないっていうことだと思うんです。で、さっき言ったように、全く違った環境に行けば、しばらくは、その環境についていくために、自分の中で工夫したり考えたりしなきゃいけなくなってくるので、なので、しばらく楽しいと思うんですね。要するに初めて行った遊園地はいいけれど、だんだん遊園地攻略していくうちに、それがつまらなくなってくるんですよ。一回乗ったことがあるスペースなんですよ。ビッグサンダーマウンテンとか、何回も乗ってるうちに、だんだんつまらなくなってくる。それは、ビッグサンダーマウンテン自体は変わってないのに、自分の中で慣れてきちゃうっていうことですよね。なので、じゃあ転職を考えようかなとか、違う仕事をやってみようかなとか、で、そういうふうにして違うところへ変わったとしても、しばらくしたらまた慣れるんですよ。で、仕事が常に面白く感じるっていうことは、やっぱりないので、曇りの時もあれば、晴れの時もやっぱりあるように、すごく楽しいなと思える時と楽しくないなと思える時があって当然なんですね。だからモチベーションが高い状態っていうのが、真っ当な状況。それで、モチベーションっていうかそのアドレナリンが出て興奮してるっていうの、楽しいっていうような状態が、真っ当な状況で、そういう感じがないのが、どっちかっていうと、良くない状況っていう解釈をまずやめるっていうことですね。興奮、誕生日の日はすごいワクワクして今日いろいろもらえるかなと思うけど、誕生日以外の日はそんなにワクワクしない。でもじゃあそれは、ワクワクしないじゃないか。それはいいことじゃないんじゃないかって思っちゃう。で、なんとなく常にモチベーション高くワクワクしてるっていうことが、大切なことだと思ってる。そういうふうに思ってしまっている風潮っていうのがあるんですけど、多くの人にね。別にワクワクしてるっていう状態が、普通で、ワクワクしないっていう状態が普通じゃないっていう解釈はもうやめてください。とにかく、ワクワクしている状態も、すごい落ち込んでる状態も普通じゃないんです。何にも別によくね、禅の世界だと水とかに例えられるんですけど、水面って何にも動いてないんですよ。でもそこに石を投げ込むと、おーってなるじゃないですか。バチャーンって石投げ込むと、ギュンギュンと波が立って。で、その波立ってる時っていうのが、興奮してる時っていうのが、あるいは落ち込んでる時、両方とも何かしらの石が投げ込まれたらしばらく波紋があるわけですよね。この波紋が消えるまでの間っていうのは刺激なので、この刺激が楽しい刺激か、なんか部長に怒られた、失敗した、変なことがあったっていうマイナスの刺激か、どっちにしろ刺激なんですね。いいニュースも悪いニュースも刺激なんですよ。でもその刺激があるっていうことが本来で、刺激がないっていうことが
おかしいことなんだっていう、そういう捉え方をどうしてもしてしまうんです。だから、モチベーション、ワクワク、今日も元気に頑張るぞとかいう意識がないっていうことが、そういう気持ちになってないっていうことが悪いことではない。まずそれを大前提に思ってください。ね、で、今まではすごくモチベーションも高く頑張れてたのにっていうのは、新しい環境に入ってあぶくが立ってたっていうことね。そこへ飛び込んだので、そこが目新しくて珍しくって、もうちょっと自分も頑張って先輩にも認められたいし、ね、もっと給料も上げていくぞっていうふうにしてモチベーションが高かったっていう気がしてたっていうだけです。で、今ようやく、一通り慣れてきて、ようやくフラットな状態になったと思ってほしいんです。で、人生の勉強って実はこっからで、このフラットな状態のところで、どうするか、何をするかっていうことなんですよ。テレビの影響とか漫画の影響とか、ものすごくやっぱり育ってくる過程でいろんなものを見るんです。で、一番そういうその興奮っていうものが素晴らしいこと。そうですね、刺激がすごく多くて、常に興奮してワクワクしているっていうのが素晴らしいことだっていう間違ったメッセージを発するものがとにかくたくさんあるわけです。最たるものがオリンピック、ワールドカップ、サッカーとか、それからディズニーランド。最悪なんですよ。最悪。で、それは、最悪というのは、それはエンターテインメントとして、それが悪いっていうわけじゃないんですけど、常にああいう興奮というものがあることが正しくて、そういう興奮がないことは正しくないと思ってしまうっていうことを、そういう知らないうちにそういうふうに思わされてしまうっていうのが良くないことなんですね。なので、毎日がジェットコースター。で、その毎日がジェットコースターっていう状況を、それを刺激なんですけど、刺激を求めてしまうと、刺激がない生活っていうのは耐えられなくなっていきます。でも実際の仕事っていうのは、毎日毎日ルーティン化ある程度されたものの繰り返しになっていくじゃないですか。で、その刺激を、新しい環境からもらう、新しい出会いからもらうって、外から刺激をやっぱりもらうことによって、私たちの心っていうのは、ずーっと何にもなければつまんなくなるので、ちょこちょこ刺激っていうものをいろいろ周りからもらってくるわけです。で、この刺激がものすごく、ある程度そこそこいい会社に頑張って入って給料ももらえて、って言って、よし頑張るぞって言ってみんなで、チャレンジするぞって言ってモチベーション上げてっていうことをドカーンって大会やっていると、その大会一通り慣れたり、その大会一通り終わったりすると一気にテンションが下がった気がして、ものすごい喪失感というか、これでいいのかなっていうことにみんな苛まれるんです。むしろ、そのお祭りが今まであった、お祭りみたいに感じてたっていうことが、日常になったっていうことなので、それはむしろいい感覚だと思ってほしいんです。で、大事なことは、やっぱりそうは言いながら、何にも刺激がないっていうのは結局つまらないんですよね。給料はいい。でも別にそれでそこそこ食べていけれる。仕事も慣れた。ミスもない。それからチャレンジもない。っていう状態の中で、今度自分がモチベーションっていうとすごくいい気がするんですけど、結局モチベーションを言い換えて刺激を求めてるっていうことです。刺激が欲しいんですね、今ね。なので、その強烈な刺激を求めるっていうことを、まずは、そういう癖を持ち続けてると、一個何かプロジェクトやりました。これを成功しました。今度もっと大きいプロジェクトをやって、それを成功させないと満足できなくなるんです。だからもっと大きいプロジェクトって、その競争に入っていくと、そうすると、何か自分がプロジェクトやって1000万円稼ぎましたって、おーすごいぞ、よかったね、と褒められる。で、今度はじゃあね、2000万円ね、3000万円ね、1億ねって。で、そのゲームに入っていくと、延々と、もう、今までよりも大きいものを、もっと派手なもの、もっと楽しいものっていう、もう再現がなくなって、いつか人間っていうのを壊れてしまうんですね。ですから、今がむしろ一番、フラットにいろんな物事が見えるような状況になってると思って、そこはまず大前提として、今の自分の精神状態が悪いんだと思わないでほしいということです。むしろ刺激を感じてて、毎日がワクワク興奮してるっていう状態の方が、
ちょっと異常な状況に今まであったんだって思ってほしいです。で、今、このフラットな状況になった時に、じゃあどうしたらいいか。その先を見るとか大きいものを見るとかっていうことを、やっぱりこう、企業の研修とかでもやって、ビジョンを共有してとかってやるんですけど、実際自分たちがやっている現実のことっていうのは、そんなに大きいことをやってるわけじゃないんですね。必ず自分のやってる作業っていうのは地道なことなんです。どこどこの駅まで歩いていく、何々のデータを入力する、誰々と話す。で、それをですね、細かくその自分がやっていること、先とか大きいものとかから視点をずらして、もっと細かいこと、自分の目の前のことっていうことをやるっていうふうにして、ちょっと視点を切り替えていくといいんです。大きな先を見たプロジェクトじゃなくて、今の時期に一番自分の力がつく時なんですね。自分の、持っているスキル、すっごい単純な話しますけど、例えば右手で字を書ける人、たら、あ、ちょっと今余裕があるなと思ったら左手で字書いてみようって言ってた人が、次に何かもしいろんなことが起きて、右手を交通事故で失った時に左手ですぐ書ける人なんです。で、それ今例え話ですけど、今自分が関わっている仕事であったり、やっている仕事の中で、ある意味余裕で仕事ができるという状態ですよね。いっぱいいっぱいじゃないっていう状態なわけですよね。で、それがつまんないんです。で、それをつまんなくしているっていうのは、周りの環境でもない、会社でもない、やっぱり自分なので、そこに対して、自分で自分自身を開拓していくっていう刺激を今度加えてほしいんです。